AI に動画を全部作らせても人がやることは消えない。3つだけ残る。3つだけ？それ以外は全部やってくれるってこと？今見ているこの動画もタイムラインを一度も手で並べずに作っている。この動画そのものがカット割りも字幕も全部ついてるのに。声も字幕が出るタイミングもメリノちゃんの顔が切り替わる瞬間も全部まとめて機械が並べている。じゃあ人間はどこにいるの？ボタンを押すだけになっちゃうの？逆だ。並べる仕事が消えた分、決める仕事だけが人の側に残っている。作り方を教えてほしいって聞かれたから全部見せるね。最後まで見れば AI に任せていいところと自分でやるところの線が引けるようになるよ。実はもう13行の台本で会社の説明動画を1本作ってあるよ。まずはその正体、3種類の道具から見せるね。作り方の正体。結論から言うと、使っている道具はたった3種類しかない。3種類？もっとたくさん組み合わせてると思ってた。1つ目はコードで動画を組み立てる仕組みで、名前をリモーションという。コードで動画ってどういうこと？絵を描くソフトじゃないんだ。タイムラインを手で並べる代わりに、誰がどの順で何を喋るかを全部文章で書いていく。なるほど。設計図を書いたらその順番通りに動画が組み上がるってことか。いい言い方だ。まさに設計図で絵の位置も字幕の幅もそこに書いてある。2つ目は声だ。私とメリノちゃんの声はどちらも読み上げ AI が作っている。私の声は彩りっていう自前の声モデルを使ってもらってるんだよね。無料で使える読み上げソフトボイスボックスでも同じことができる。声を選ぶだけだ。じゃあ3つ目は絵を描く AI とかかな。3つ目はその仕組み自体を書いた AI でクロードコードという開発用のものを使った。動画を作る AI じゃなくて動画を作る仕組みの方を作った AI なんだ。そこが大事な違いだ。流行りの動画生成 AI はこの動画では1本も使っていない。そっか、映像を丸ごと作ってくれる AI の方が早そうな気もするけど。同じ絵と同じ声を毎回揃えたいなら設計図の方が確実だ。作るたびにブレないからな。テンプレートに流し込む作り方とも違う。設計図が文章だから後から1行だけ直して作り直せる。その3つを揃えれば同じものが作れるの。道具は同じでも3つをつなぐ組み方は自分で書いた。そのまま動くものは渡せない。そっか、買ってきて並べるだけじゃないんだ。ただ渡せるものはある。任せるところと決めるところの分け方はそのまま真似できる。道具は3種類。それをつなぐ工夫は自分の腕。ここまでは分かった。でもそこまで機械がやるなら人は本当に何をしてるんだろう。人と機械の境目。答えを先に言う。機械がやるのは並べることで、人がやるのは決めることだ。並べるって具体的にはどこまでやってくれるの？台本の1行ごとに音声を作って字幕が出る時間を計算して表情を割り当てていく。へえ、そこまで自動でやってくれるんだ。その後1枚ずつ絵にして動画ファイルに焼く。ここは全部人が一度も触らない。その1枚ずつって全部で何枚くらいになるものなの？さっき作った1分の動画で170何日1枚だ。170何日1枚自分で書いてたら何日かかるかわからないよ。音声を作るところから焼き上がるまで機械が動いていたのは合計で8分半だ。1分の動画に8分半。うちのお風呂が沸くのを待つのと同じくらいだね。だから人の時間はその前と後ろにしか使えない。見積もりも作業時間ではなく待ち時間で考えることになる。その前と後ろって具体的には何をしてるの？何を題材にするかを決めて書いてある中身が本当に正しいかを一つずつ確かめる。そしてこの言い方で伝わるかどうかを最後に判断する。人がやるのはこの3つだ。なるほど。決める、確かめる、判断する。全部正解が一つに決まらないやつだ。答えが一つに決まる作業から順番に機械の方へ移っていく。そういう順序だ。面白いのはその機械の方が人を止めてくることだよね。そこは意外に思われるところだ。
この仕組みには作らせないための関門が先に立っている。作らせないための関門、作るための仕組みなのに。タイトルを先に決めていないと機械は1枚も絵を描かずにそこで止まる。台本が出来上がってても止まるんだ。ずいぶん厳しいな。後で気づくと作り直しになるあの待ち時間がもう一度丸ごと乗ってくる。そっか、先に止めてくれる方が結局は早く終わるってことか。機械は並べる係で人は決める係。これが分担の全体像だ。この分け方って会社の仕事でもそのまま使えるのかな。社内でも作れる。使える証明のために会社で使う説明動画を実際に1本作ってみた。どんな題材？会社の動画ってなんだか硬そうだけど。経費精算の申請手順だ。取る、書く、出す。この3つを1分で説明した。わかる。一番忘れられがちなやつ。うちにも欲しい人いっぱいいそう。台本は13項で使った仕組みはこの動画と全く同じものだ。作ってみて一番引っかかったのはどこだった？検査で止められた原因はタイトルをまだ決めていなかったことだ。うわ、さっきの関門、社内向けの1分の動画にも容赦なく出てくるんだ。手を抜く道は用意していない。候補を4つ出して読む人を3人想定してやっと通った。経費精算の動画なのに私たちの会議より念入りな手続きだね。検査は他にも動いていて、字幕が音声より 0.6 秒ずれたところを見つけて直している。0.6 秒って瞬きより少し長いくらい。自分では絶対気づけない。読み間違いの検査も通していて、見つかった誤読はゼロだった。じゃあ人が手を出したのはどこだったの？5箇所だ。題材を決めて手順の中身が実務として正しいかを確かめる。読み間違えやすい言葉を2つ言い換えて音量を直して最後に見て聞いて確かめる。5箇所自分の手が入ったのは思っていたよりずっと少ない。そこが転用の値打ちだ。中身を考える時間だけが手元に残る。会社で使うときに気をつけることってある？ある。この仕組みの中心にあるリモーションは4人以上の会社だと有料になる。個人と3人までは無料だ。それ大事だ。無料だと思って進めたら後で困るもんね。でもいきなりこの仕組みを会社で組むのは大変そうだけど。最初から全部を自動にしなくていい。入り口は台本作りだけで十分だ。台本だけ？映像の方は普通に作るってこと？そうだ。手順を3つに整理させて読み上げを足せば説明動画としてはもう成立する。ここまでならさっきのライセンスもいらない。そっか、編集の自動化はその後でいいんだね。全部やらなくていいのは安心する。順番を間違えると仕組み作りの方で力尽きる。中身が先だ。ここまで聞くと万能に見えるけど、向いてない使い方ってないの？向かない用途。ある。向かないものが2つあって、ここを外すと事故になる。2つ、どっちから聞いた方がいい？1つ目は中身が頻繁に変わるものだ。値段や社内ルールがこれに当たる。1行直すだけでもまた最初から待ち時間が乗るのか。そうなる。よく変わるものは文章のままにしておいた方が安く済む。なるほど。変わらないものだけ動画にする仕分けが大事なんだね。2つ目は人の温度がいるものだ。謝罪や評価を伝える場面がそうなる。確かに謝罪を合成音声で流されたら自分だったら余計に怒っちゃうかも。受け手は手間をかけたかどうかを見ている。そこは自動化した瞬間に伝わってしまう。手順の説明は機械に気持ちを伝えるところは人に、線はそこなんだ。同じことを何度も説明する場面だけを機械の方に渡せばいい。最初の問いに戻る AI に動画を全部作らせても人の仕事は消えない。並べる仕事が機械に移って決める仕事だけが人に残る。それがこの動画の答えだ。最初に聞いた時は人の出番がなくなる話かと思ってた。組み方の方も AI に作らせるための指示文にして概要欄に置いてある。ただ入れられないものもある。決める、確かめる、判断する。この3つは人に残ったままだ。持ち帰りは一つだけ覚えて帰ってね。
説明する動画を作りたくなったら、まず台本だけ AI に書かせて読み上げを足す。これだけ。読み上げはボイスボックスのような無料のもので足りる。編集の自動化はその次でいい。気になったことがあったらコメントで教えてね。次の動画にするから。作り方を聞いてくれた人がいたからこの動画ができた。ここまで見てくれた全員に感謝する。またね、メリノちゃんでした。